え、どういうことですか？まだ空港にいるって。じゃあ、演奏に絶対間に合わないじゃないですか。コンサート開演まであとわずか2時間。控え室に集まっていたスタッフや演奏者たちの表情が一瞬で凍りついた。本来ならすでに現場でリハーサルを終えているはずの指揮者がまだ空港にいるという。何がどう手配されたのか、今からホテルに向かっても到着は間に合わない。そんな絶望的な報告だった。このコンサートの企画担当は、俺がバイトをしている南国リゾートホテルに滞在中の女性、初音刹那。日本の大企業の次女として大舞台を任されているという彼女は、異国の空気に不安を感じさせないほど凛とした雰囲気をまとっていた。しかし今はまるでその美しい顔から生気が抜け落ちたように呆然と立ち尽くしている。刹那は一生懸命にスタッフへ指示を出そうとするが、戸惑いと混乱で言葉にならない。周囲からは開演を遅らせるか、公演を中止するしかないのではと、不安と諦めが入り混じった声が上がり始めている。沈黙と焦燥がホールの隅々まで染み渡る中、気づけば俺は唇を噛んでいた。無駄にするには大きすぎるステージ。せっかくここまで一生懸命に準備してきた彼女の姿が頭の奥に焼き付いて離れない。そして気がつけば言葉が口をついて出ていた。俺が指揮をやります。スタッフたちから驚きの視線が集中する。刹那も目を見開いて俺を見つめ、何かを言いかけて口をつぐんだ。このままではコンサートは崩壊寸前。彼女のためにもここで終わらせるわけにはいかない。その一心だけで俺は声を上げたのだが、バイトの俺が世界的クラシック公演の指揮なんかできるのか。そんな疑いの眼差しが突き刺さるのを感じながらも、心臓は高鳴りを抑えきれなかった。この瞬間をきっかけに俺たちの運命は大きく動き出す。このリゾートホテルでの穏やかな日々が音楽という名の嵐によって一変するとも知らずに、南国特有の湿った空気が俺の肌をまとわりつくように包んでいた。夕暮れの柔らかな光が海面を赤く染め、その輝きがビーチバーの床に揺らめく模様を描いている。俺の名前は西行博士。このリゾートホテルのビーチバーで働き始めてからもう8ヶ月になる。注文を受けて俺は手早くシェーカーを振り、カクテルを作り始めた。いつもの作業、いつもの仕草、いつもの景色。はい、カイピリーニャ。俺は笑顔を添えてカウンターに座るアメリカ人カップルにグラスを差し出した。Thanks。彼らは嬉しそうに受け取ると、すぐに海の方へ視線を戻した。誰もがこの絵に描いたような夕日を見逃したくないのだろう。俺にとってはもう見慣れた光景だったが、次にやってきた陽気なヨーロッパ人が俺に向かって注文をする。すみません、もう一杯モヒートをいただけますか？もちろん、すぐにお作りします。流暢な英語で返事をすると、男性は少し驚いたような表情をした。日本人なのに英語上手だね。ありがとう。はい、モヒート。ありがとう。お前は最高だ。男性は大げさに喜び、俺に向かって親指を立てた。俺は愛想よく微笑むだけだった。ヒロシ、休憩してきなさい。愛想を振りまきながら働き続ける俺に、店長がそう声をかけてくれた。俺はうなずいてカウンターを出た。浜辺へと足を運ぶ。砂の感触が心地よい。波が寄せては返す音が心を沈めてくれる。10分ほどその景色を眺めてから、俺はバーへと戻った。派手さはないが、穏やかで平和な日々。これが今の俺の日常だ。ある日の午後、俺は店長に頼まれ、買い出しに出かけていた。今日も海がきらめき、観光客たちが陽気に過ごしていた。その時、ロビーに続く小さな広場で、数人の現地スタッフに囲まれている日本人女性を見つけた。黒髪が首筋でふわりと揺れ、真っ白な肌が南国の日差しを反射して輝いている。細身の体に濃い紫色のワンピースをまとい、どこか儚げな佇まいながら、凛とした空気を漂わせていた。すみません。わかりません。もっとゆっくり話してもらえますか？彼女は困惑した表情で片言の英語を絞り出していた。3人ほどのスタッフが矢継ぎ早に彼女に何かを説明しているようだが、その場の空気が徐々に焦燥感で満ちていく。彼女の横顔は緊張でこわばっているにもかかわらず、
どこか絵画のように美しかった。彫刻のように整った顔立ちに真剣な眼差し。決して派手さはないのに、自然と目を引く存在感がある。思わず、俺は彼女の元へと歩き出していた。そしてスタッフたちに流暢な英語で話しかけた。彼女に何を説明しようとしているのですか？すると、最年長らしき現地スタッフが安堵の表情で答えた。ああ、通訳してくれるのかい？助かった。明日のビーチパーティーについて彼女に説明していたんだ。午後6時から始まり、1人$50で食事とエンターテイメントが含まれています。彼女は興味があるようだったんだけど、詳細が理解できなかったようでね。俺は、わかりました、と言った後、彼女の方を向いた。彼らは、ホテルで明日行われるビーチパーティーのことを説明していたんです。参加費用は1人$50で、夕食とショーが含まれているそうです。午後6時スタートだとか。どうしますか？参加されますか？いいえ、家族と別の予定がありますので。彼女は丁寧に言葉を選びながら答えた。俺はその返答を英語に直し、スタッフとフランス人観光客に伝えた。彼らは少し残念そうにしながらも理解を示してくれた。彼らからのメッセージです。またの機会があれば、ぜひご参加くださいだそうです。俺が伝えると、彼女は軽く会釈をした。断りの言葉を告げても、彼らが不快な顔をしなかったことで、彼女の肩の力が少し抜けたようだった。困ってるならいつでも手を貸しますよ。ホテルのビーチバーでバイトとして働いているので。俺は自然に言葉を継いだ。すると彼女の表情が微妙に変わった。先ほどの柔らかさが消え、どこか硬い表情に戻る。余計なお世話よ。私、通訳くらい頼まなくても何とかするつもりだったわ。あなたが勝手に割り込んできただけじゃない。彼女の声は急に冷たくなった。俺は思わず戸惑いを隠せなかった。そんなつもりじゃないけど。俺は困惑しつつも言葉を続けずにはいられなかった。他人に頼るのは悪いことじゃありませんよ。時には誰かの手を借りることで新しい景色が見えることもあります。俺の言葉に彼女は一瞬何かを言いかけたように見えたが、すぐに口を閉ざした。彼女の眉間にうっすらとシワが寄り、瞳に迷いが宿る。そして俺の方へ一瞬だけ視線を向けた。だから、そういうのが余計なお世話だって言うのよ。あなたみたいな、冴えないバイトに助けられたなんて屈辱だわ。そんな冷たい言葉を残し、彼女はくるりと身を翻した。俺は呆然とするしかなかった。彼女の言葉は的を射ている。今の俺は確かに冴えないのかもしれない。だけど、初対面の人にそんなことを言われるなんて。彼女の姿が人混みに紛れて見えなくなっても、俺はしばらくその場に立ち尽くしていた。その後、再びビーチバーに戻る足取りが、いつもより少し重く感じられた。カウンターの中に戻った俺は、グラスを手に取る。南国の陽光が海面に反射して、バーの中に金色の光を投げかけていた。翌日、俺はいつものようにビーチバーのカウンターを拭いていた。午後の静かな時間帯で、客もまばら。窓の外では、いつものように海がきらめき、雲一つない青空が広がっている。そこに驚くべき人影が見えた。昨日の彼女だった。彼女はビーチバーに足を踏み入れ、キョロキョロと辺りを見回している。今日は淡いピンク色のシャツに白いスカート姿。昨日よりも少しビジネスライクな装いに見えた。彼女の手には書類らしき紙の束がある。俺が彼女に気づくより先に、彼女の方が俺を見つけた。彼女は少し顔をしかめるような表情を浮かべた後、迷うことなくカウンターに向かって歩いてきた。あら、昨日の人ね。彼女の声には昨日と同じようなトゲトゲしさが残っていた。こんにちは、また会いましたね。俺は軽く微笑みかけた。彼女は相変わらず緊張した面持ちで、その美しい顔に硬さが残っている。彼女はビーチバーのカウンターに座ると、手元の書類を広げながら、ドリンクメニューを適当に眺めている。アイスティーをもらえる？かしこまりました。俺がアイスティーを作り始めると、彼女は手元の書類を整理し始めた。あなた、日本人よね。名前はなんて言うの？西行博です。ところで、相手の名前を聞くなら、まず自分から名乗るべきだと思いますが、彼女は眉をしかめた。そして、しぶしぶ名乗る。自己紹介が遅れたわ。初音刹那よ。
せつなさんですね。アイスティーをグラスに注ぎながら、彼女の方をちらりと見る。せつなさんは書類に没頭しているふりをしていたが、時々俺の方を盗み見ていた。はい、アイスティー。グラスをカウンターに置くと、せつなさんは小さくうなずいた。このホテル、意外と設備が整っているのね。彼女は突然言った。そうですね。リゾートホテルの中では一流ですよ。知ってるわ。だからここを選んだのよ。せつなさんは少し得意げに言った。私、このホテルで音楽イベントを企画しているの。日本の大手企業の PR コンサートよ。ここのホテルの大ホールを抑えて、クラシック音楽のイベントを開く予定なのよ。彼女は急に胸を張り、鼻高々といった表情で言った。その姿勢の変化に、俺は少し驚いた。へえ、すごいですね。いつ開催されるんですか？来週の金曜日よ。オーケストラももう日本から到着してるわ。せつなさんは手元の書類をめくりながら言った。で、どんなプログラムなんですか？ベートーベンの交響曲第7番と、モーツァルトのピアノ協奏曲第21番よ。素晴らしい選曲ですね。素直な感想を漏らすと、せつなさんは少し驚いたような、でも、すぐに警戒するような目で俺を見た。詳しいの？クラシック。バイトのくせに。まあ、少しは。というか、クラシック好きかどうかはバイトと関係ないじゃないですか。そうかもね。せつなさんは短く答えると、アイスティーを一口飲んだ。俺は内心でため息をつきながらも、彼女の仕事に興味を覚えたので、質問を続ける。企業の PR にクラシックを選ぶなんて珍しいですね。うちの会社は古くからの伝統があるの。クラシックの持つ格調の高さが会社のイメージにぴったりなのよ。せつなさんは書類から目を離さずに言った。その横顔は誇り高く、どこか凛としている。準備は順調ですか？ええ、もちろん。せつなさんは即答したが、その声にはかすかな緊張感が滲んでいた。書類を眺める瞳には不安の影が見え隠れしている。しかし、彼女はそれ以上何も語らず、再び書類に目を向けた。俺とのこれ以上の会話を避けるかのように。俺は黙って彼女を見つめながらグラスを磨き続けた。その時、ビーチバーの入り口から涼やかな声が響いた。せつな、ここにいたの？振り返ると、せつなさんに似た女性が立っていた。黒髪はやや長めで、より洗練された印象。高級ブランドのワンピースを身にまとい、大人の落ち着きが漂っている。お姉ちゃん。せつなさんは少し身を固くした。姿勢を正すような仕草に緊張感が読み取れた。こんなところで何してるの？打ち合わせの時間でしょ？せつなさんの姉は、カウンターに近づきながら言った。その視線が、せつなさんの前に広がる書類に落ちる。ええ、その前にちょっと書類を確認してたのよ。せつなさんは慌てて書類をまとめようとした。姉は眉を潜めた。この英文の契約書、まだ確認してないの？やってるところよ。せつなさんの声は強がりながらも少し震えていた。姉がため息をつく。現地スタッフとの打ち合わせも明日でしょ？準備できてるの？せつなさんの顔から血の気が引いていくのが見て取れた。とっさに言葉が出ないのか、唇を噛み締めている。その横顔には焦りが浮かんでいた。できてるわ。せつなさんは何とか答えたが、説得力がなかった。姉は再びため息をついた。今度はさっきのより大きかった。だから言ってるでしょ？あなたには無理よ。英語だってままならないのに、一人でこんな大きなイベントを仕切るなんて。お父さんたちに頼まれたからって見栄を張るから。姉の言葉は容赦なかった。軽蔑するような目でせつなさんを見下ろしている。せつなさんの肩が震えた。無理なんかじゃないわ。私にだって。何？できるって言うの？この前のミーティングでもあなた全然理解できてなかったじゃない。やめといたら？失敗して恥をかくのはあなただから。その言葉は氷のように冷たく、ビーチバーの暖かな空気さえ凍りつかせるようだった。せつなさんの顔から血の気が引き、白い方がさらに蒼白になるのが見て取れた。俺は黙って二人のやりとりを聞いていた。せつなさんの英語力の問題は、俺にも察しがついた。昨日の彼女の様子からも、英語に自信がないことは明らかだった。せつなさんは両手を固く握りしめ、震える声で言った。お姉ちゃんが何と言おうと、
私一人で成功させてみせるわ。彼女の細い指が書類を強くつかみ、爪が紙に食い込むほどだった。好きにすれば？姉は冷たく肩をすくめると、もう相手にする気もないという表情で、刹那さんから背を向けた。刹那さんは突然立ち上がり、書類を抱えて足早にビーチバーを出て行った。その背中は昨日よりも小さく、か弱く見えた。ビーチバーから出て行く前に、刹那さんによって追い抜かされてしまった姉は、鼻で笑うようにすると、残されたアイスティーを見つめていた。それから、刹那さんの後を追って去っていった。アイスティーのグラスには、刹那さんの口紅の跡がうっすらと残っていた。その後、俺は刹那さんの姿をホテル内のあちこちで見かけるようになった。ホテルのロビーで、刹那さんは英文の書類を前に眉間にシワを寄せていた。辞書アプリを片手に、スマホと書類を交互に見ながら、一生懸命に内容を理解しようとしている。時折ため息をつき、何度も同じ箇所を見返している。その横顔は真剣そのものだが、疲労の色が濃く出ていた。次の日はホテルの会議室の前。ドアが少し開いていて、中から刹那さんの声が聞こえてきた。彼女は言葉に詰まりながらも、片言の英語で現地スタッフに何かを説明しようとしていた。しかし、スタッフの表情には困惑の色が浮かび、刹那さんの焦りが伝わってくる。その次の日には、大ホールでのリハーサル会場の設営中に、刹那さんが音響技術者と何か議論しているのを見かけた。手振りを交えて一生懸命に意思疎通を図ろうとしているが、明らかに行き違いが生じている。技術者が首を振り、苛立ちを隠せない様子。刹那さんの肩はこわばり、顔には焦燥感が浮かんでいた。その日の夕方、俺がシフトを終えてバーから出ようとした時だった。ヒロシ。小さな声に振り向くと、ビーチバーの入り口付近に刹那さんが立っていた。刹那さん、どうしたんですか？俺が近づくと、刹那さんは視線を泳がせた。何かを言おうとして、何度か唇を開いては閉じる。話があるなら、ちょっと座りませんか？俺が促すと、彼女は小さくうなずいた。ビーチに並ぶ小さなテーブルに座ると、俺たちの間に沈黙が流れる。刹那さんは両手を膝の上で固く握りしめていた。その指先がかすかに震えている。手伝ってもらえない？私の仕事。やっと出た言葉はかすかに震えていた。彼女は顔を上げず、そのまま続けた。正直かなり屈辱なのよ。でもこのままじゃ、本当にコンサートが開催できなくなるかもしれない。英語の契約書も、現地スタッフとの打ち合わせも、全部一人でやろうと思ったけど、どうしてもできなくて。刹那さんの声は次第に小さくなっていった。彼女は深く息を吸うと、ようやく顔を上げた。その瞳には一生懸命にこらえていた涙が光っていた。私、小さい頃から姉、初音うずきと比べられてきたの。姉は優秀で、周囲からも評価されがち。私はいつもダメな方扱いされてきた。刹那さんの言葉には長年抱えてきた痛みが滲んでいた。このイベントが成功すれば、姉や親を見返せるかもしれないって思ったの。だから、絶対に失敗したくなくて。でも結局、私じゃ無理だった。姉さんの言う通りだったのかも。彼女は自重するように笑った。その笑顔がなぜか胸に刺さった。そんなことないですよ。ここまで準備してきたのは刹那さんでしょ。それだけでもすごいことです。俺は思わず言った。刹那さんは驚いたように俺を見た。正直なところ、彼女のこれまでの冷たい態度を思い返すと、助ける気にはならなかった。本当だったら、自分で何とかしてくださいと言ってもおかしくない。けれど、彼女の言葉に込められた思いが胸に響いた。それを拒絶する理由は見つからなかった。バイトが終わった後なら手伝えます。本当に？刹那さんの瞳に初めて希望の光が灯った。明日からのバイトの終わりの時間を使いますよ。コンサートまでどのくらいあるんですか？あと1週間よ。刹那さんは少し緊張した面持ちで答えた。結構タイトですね。でもまだ間に合います。俺はそう言って微笑んだ。刹那さんの目に少しだけ涙が浮かぶ。ありがとう。ヒロシは私のわがままな態度にもかかわらず優しいのね。刹那さんは深々と頭を下げた。その素直な姿に
俺はなぜか胸が熱くなった。彼女は頭を上げた後、少し迷うような表情を浮かべた。何ですか？その敬語、やめてくれない？予想外の言葉に俺は少し驚いた。これから一緒に頑張るなら、もっと気楽に話した方がいいと思って、名前もせつなって呼び捨てでいいわ。せつなさんは頬を少しあからめながらも、まっすぐに俺を見ていた。わかった、せつな。俺は微笑みながらうなずいた。彼女の顔がパッと明るくなった。まるで雲の切れ間から差し込む陽光のように。ありがとう、ヒロシ。彼女の口から名前を呼ばれた瞬間、不思議と心地よい響きが胸に広がった。じゃあ、明日5時にホテルのロビーで待ち合わせしようか。うん、よろしく。せつなさんは立ち上がり、俺に向かって軽く会釈した。彼女の背中はさっきまでと違って少しだけ力強く見えた。翌日の夕方、約束通りにホテルのロビーでせつなと落ち合った。彼女はすでに大量の書類を抱え、少し緊張した面持ちで俺を待っていた。お待たせ。俺が声をかけると、せつなは小さくうなずいた。こっちよ。彼女に導かれて、ホテルの小会議室に入った。テーブルの上には書類が山積みになっており、パソコンが開かれていた。これが、今、困っているものよ。せつなは英語の契約書を指さした。法律用語と専門用語が並ぶ複雑な文書だった。俺は書類を手に取った。目を通していくと、オーケストラとホテル側との取り決めや、音響、照明の細かな仕様についての記載が目についた。これは、残響時間について書かれている。演奏空間の音響特性に関する部分。こっちは、第2バイオリンのセッティング位置について、舞台上の配置に関する細かな指定だ。俺は英語の専門用語を日本語に置き換えながら、せつなに要点を伝えていく。せつなは俺の説明に驚いたような表情を浮かべていた。ヒロシ、本当に詳しいのね。まあね。俺は軽く答え、翻訳作業を続けた。法律用語と音楽用語が混在する文章を確実に日本語に置き換えていく。ここは要注意だ。キャンセル料の発生条件が細かく書かれている。契約書の要点を丁寧に説明しながら、俺は必要な箇所に印をつけていった。せつなはメモを取りながら真剣な表情で聞き入っている。翻訳が一通り終わると、次はホテルの技術スタッフとの打ち合わせだった。会議室にやってきた音響担当者と照明責任者に対して、俺はせつなの意向を流暢な英語で伝えた。オーケストラはベートーベン、交響曲第7番の第2楽章で特定の照明を必要とします。初音さんは音楽のクレッシェンドに合わせて緩やかな調光を希望しています。音響担当者が技術的な質問を投げかけると、俺は音楽の専門知識を交えながら答えていった。指揮者は、モーツァルトのピアノ協奏曲でやや明るい音響を好みます。それに合わせて反射板を調整できますか？せつなは俺の交渉を横で見ながら、時折驚いたような表情を浮かべていた。打ち合わせが終わり、二人きりになると、せつなが口を開いた。ヒロシ、本当に多少詳しいだけなの？あなたみたいな人がなんでバイトなんかやってるの？契約書の内容も音響の専門用語もすべて把握しているみたいじゃない。音楽には多少詳しいから、大体は把握できるよ。俺は曖昧に答えた。せつなはそれ以上何も言わなかった。その後も俺たちの作業は続いた。プログラムの翻訳、パンフレットのレイアウト確認、会場設営の指示書作成、せつなが苦手としていた英語でのメール対応も俺が代わりに文案を作成した。オーケストラのメンバーへの細かな指示も専門知識を活かして明確に翻訳した。そんな連日の準備作業で俺とせつなの距離は自然と縮まっていった。ホテルの大ホールは日に日に音楽の舞台へと姿を変えていく。青い照明が設置され、反響板が調整され、観客席が整えられていた。せつなが手元の図面を指さす。ヒロシ、この配置どう思う？いいと思うよ。ただ、ハープはもう少し後ろにした方がいいかも。指揮者から見やすい位置に。俺が提案すると、せつなは真剣な表情でうなずいた。彼女は素直に意見を聞き入れるようになっていた。そうね。それならここに移動させましょう。せつなはペンを取り、図面に修正を加えた。音響会社のスタッフたちとの打ち合わせでも、せつなは
少しずつ積極的に意見を言うようになった。俺が通訳をサポートしながらも、時には自分から簡単な英語で質問を投げかける。初音さん、ピアノはどの位置に置きますか？ここだと思います。大丈夫ですか？拙い英語だったが、伝えようとする姿勢に現地スタッフも好意的に反応していた。刹那の顔に浮かぶ小さな達成感の笑みを見るのは不思議と嬉しかった。そして、コンサートが明日に迫った夕暮れ時、二人で海辺を歩きながら、俺たちは翌日の段取りを確認していた。波の音を背景に、仕事の会話が自然と日常の話題へと移っていく。そういえば、なんでクラシックコンサートを PR に選んだんだ？俺が尋ねると、刹那は遠い目をして海を見つめながら話した。夕日に照らされた横顔がどこか儚く美しい。私、子供の頃からピアノを習っていたの。コンクールに出たこともあるけど、いつも姉の方が上手くて。でも音楽は好きだった。だから今回チャンスをもらった時、クラシックコンサートを提案したの。波の音だけが響く静かな浜辺で、刹那は少し間を置いてからゆっくりと話し始めた。私とお姉ちゃん、昔は仲が良かったの。小さい頃は一緒にピアノを弾いたり、連弾したりして、お姉ちゃんは上手だったから、私は憧れていた。夕暮れの海を見つめながら、刹那の声は静かに流れる。風に揺れる黒髪が、彼女の美しさを一層際立たせていた。でも、中学くらいから、親が私をダメな子扱いするようになったの。姉が何でも完璧にこなすから比べられて、最初は姉もかばってくれたけど、だんだん姉も私をバカにするようになった。どうせあなたには無理って。刹那の声が少し震えた。彼女は砂浜の砂を指先でゆっくりと撫でながら続けた。そのうち、私も心を閉ざすようになった。誰かに頼るのは負けだって思うようになった。自分一人で何とかしなきゃって。夕日が海の向こうに沈みかけ、あたりはオレンジ色に染まっていた。刹那の横顔も夕日に照らされ、柔らかな輪郭が浮かび上がる。でも間違ってたわ。誰かに頼るのは弱さじゃない。むしろ強さなのかもしれない。一人で全部背負わなくてもいいんだって。少し照れくさそうに微笑みながら、彼女は続けた。ヒロシに助けてもらって、やっとわかったの。このコンサートだって、最初は私一人で成功させるって意気込んでたけど、実際は、ヒロシがいなかったら絶対に形にならなかった。姉を見返してやりたいって思っていたけど、今は違う。このコンサートの準備に関わってくれた人たちや、見に来てくれるお客さんが良かったよって言ってくれるようなコンサートにしたいって思えるようになった。波の音が静かに響く中、俺はしばらく黙っていた。視線を遠くの水平線に向けながら、俺は口を開いた。俺も昔は他人に頼るのは負けだと思ってた。でも今は違う。音楽は本来一人では完成しない芸術だよね。指揮者一人では何もできない。オーケストラのメンバーそれぞれの力があって、初めて一つの音楽になる。誰かを信じること、頼ること。それは時に勇気がいる。でも、それを恐れていたら、本当の音楽は生まれないんだ。人は一人では生きられない。音楽も一人では完成しない。うん。刹那も微笑み返し、俺たちはしばらく沈黙の中に佇んでいた。ありがとう、ヒロシ。あなたに出会えて本当によかった。刹那の言葉は素直で、もはや昔のツンとした態度はみじんも感じられなかった。彼女の正直な言葉に、俺も何か胸が熱くなるのを感じた。夕焼けに染まる空が少しずつ色を変えていく。明日のコンサートに向けて、俺たちの心は静かな期待と覚悟で満たされていた。コンサート当日、ホテルの大ホールは張り詰めた緊張感に包まれていた。開演の午後5時まであと2時間。スタッフが最終確認に追われ、オーケストラのメンバーは各々楽器の調律や準備に集中している。刹那も真新しいドレスに身を包み、落ち着きなく会場内を歩き回っていた。俺はバックステージで照明の最終チェックを終え、刹那の元へと向かった。彼女の顔には不安と期待が入り混じった表情が浮かんでいる。ヒロシ、緊張するわ。刹那が小さな声で言った。大丈夫。完璧に準備できてるから。俺が励ますと、彼女は安心したように微笑んだ。それにしても、秋山さん遅いわね。
刹那は腕時計を見ながら眉を潜めた。開演まであと2時間を切っている。オーケストラの中心となる指揮者なら、とっくに到着していてもおかしくない時間だった。念のため連絡してみたら、俺の提案にうなずき、刹那はスマートフォンを取り出して、秋山さんに電話をかけた。もしもし、秋山さんはもう到着されてますか？え？どういうことですか？まだ空港にいるって。彼女の表情が一瞬で凍りついた。電話の向こうから小さな声が聞こえてくる。俺は刹那の顔色の変化に気づき、すぐに彼女のそばに寄った。どうしたの？秋山さんに違う時間が伝えられていたみたい。彼女の声は震えていた。スマートフォンから男性の焦った声が聞こえた。申し訳ありません。夜8時開演と聞いていたのですが、今から急いで向かいますが、どんな交通手段を使っても、開演には絶対に間に合いません。秋山さんの声には、取り返しのつかない事態への焦りが滲んでいた。俺は不意に冷たいものが背筋を伝うのを感じた。電話を切った刹那の細い指が震え始めた。嘘でしょ？そんなはずは、私ちゃんと確認したはずよ。何度も。刹那は膝から崩れ落ちそうになり、近くの椅子に座り込んだ。顔から血の気が引き、唇が白く乾いている。どうすればいいの？こんな直前に。パニックに陥る刹那を見て、俺は一瞬言葉を失った。彼女のためにも何か解決策を考えなければ。指揮者が来られないというニュースは楽屋にも伝わっていた。オーケストラのメンバーたちが次々とバックステージに集まってきた。指揮者がいないって本当ですか？第一バイオリンの女性が不安そうに尋ねた。どうするんだ？このまま演奏できるのか？チェロ奏者の男性が声を荒げる。延期するしかないんじゃないか？でも客はもう来ているぞ。コンサートマスターだけで進行するという手もあるけど。次々と飛び交う意見に会場は混乱の渦に巻き込まれていった。会場スタッフも駆けつけ、何人かは青ざめた顔で対応を協議している。お客様への説明はどうします？チケットの払い戻しの準備が必要かも。開演を遅らせることはできないですか？スタッフの焦りも高まっていた。客席からはすでに期待に満ちた話し声が聞こえてくる。何も知らない観客たちは素晴らしい音楽の夜を楽しみにしているのだ。刹那は混乱の中心で、ただ呆然と立ち尽くしていた。その時、人々の波をかき分けるように宇月さんが現れた。彼女はすでに状況を把握しているらしく、顔には怒りと呆れが入り混じっていた。何やってるの、刹那。こんな大事なことを確認できなかったの？スケジュール管理さえまともにできないなんて。宇月さんの声は冷たく、周囲の喧騒をかき消すほど鋭かった。でも私、ちゃんと確認したのに。言い訳はいいわ。見てよ、この状況を。あなたの無能さで会社の信用が丸つぶれよ。お父さんだってこんなこと許さないわ。宇月さんは周囲の混乱を指し示した。チーフスタッフは電話で上層部と連絡を取り、オーケストラのメンバーたちは困惑した表情で集まっている。だから私は最初から反対してたでしょ？あなたにこんな大きなイベントは荷が重いって。宇月さんの声は冷酷さを増していった。その言葉の一つ一つが、刹那の希望を砕いていく。やっぱり、無理だったんだ。刹那の声はかすれ、肩が落ちた。彼女の顔からは血の気が完全に引き、今にも倒れそうな様子だった。その瞳から一筋の涙が頬を伝え落ちた。俺はそんな刹那の姿を見て、胸が締め付けられるような痛みを感じた。彼女のために何かできないか？この状況を打開する方法はないのか？俺は深く息を吸い、一歩前に踏み出した。まだ、諦めるのは早い。俺が指揮をやる。周囲の混乱の中、俺の声が静かに。しかし、確かな響きを持って場を満たした。その言葉に、一瞬の静寂が訪れた。オーケストラのメンバーたちが、驚きの表情で俺を見つめる。刹那は涙に濡れた顔を上げ、信じられないという表情で俺を見た。何を言ってるの？バイトが好き？冗談にも程があるわ。宇月さんが鋭く切り返した。彼女の目には不信と怒りが宿っている。しかし刹那は、俺の言葉で目に輝きを取り戻していた。ヒロシ、本当にできるの？彼女は小さくつぶやいた。その瞳には、まだ恐れはあったものの、新たな決意が宿り始めていた。ああ、できる。刹那が信じてくれれば。
俺は刹那の目をしっかりと見つめた。刹那は一瞬言葉に詰まったが、やがて深く息を吸い、胸を張った。今まで私は自分一人にこだわってきた。だけど、あなたがいるなら、あなたがやれるって言うなら。彼女の声は次第に強さを取り戻していった。刹那は周囲のオーケストラメンバーたちを見渡し、そして俺の目をまっすぐに見つめた。お願い、このコンサートを一緒に成功させて。その言葉には、もはや以前のような堅くなさはなく、純粋な信頼と決意が込められていた。バカね、こんな無謀なこと。宇月さんが反対しようとしたが、刹那は微笑みながら彼女の言葉を遮った。大丈夫よ、お姉ちゃん。その言葉に、宇月さんは言葉を失ったように黙り込んだ。俺はオーケストラのメンバーたちに向き直った。彼らの目には疑念と期待が入り混じっていた。皆さん、力を貸してもらえますか？俺が頭を下げたとき、端正な顔立ちの中年男性が人々の輪を割って前に出てきた。オーケストラのコンサートマスター、玉虫銅山だった。彼の表情は石のように硬く、目には冷たい光が宿っていた。西行くん、君がなんでここに？玉虫の声は怒りに震えていた。その姿を見て、周囲の雰囲気が一変する。玉虫さん。俺は彼の名を静かに呼んだ。この人を知っているの？刹那が不安そうに尋ねる。ああ、以前、一緒に演奏したことがある。一緒に演奏？笑わせないでくれ。玉虫さんの声がホール中に響き渡った。こいつは独りよがりで、オーケストラのことを考えてない指揮者だ。自分の解釈だけを押し付け、演奏者の声に耳を貸さない。そんな人間に今日のコンサートを任せるわけにはいかない。玉虫さんの宣言に、オーケストラのメンバーたちの表情が曇り始めた。刹那は混乱し、恐れの色を浮かべている。俺は一歩前に踏み出した。そして、一人一人のオーケストラメンバーの顔を見つめた。お願いします。今はそんなことを言っている場合じゃないんです。お客さんはすでに席に着いている。刹那さんとスタッフの皆さんは、このコンサートのために何ヶ月も準備してきた。それを無駄にしていいんですか？俺は一生懸命に頼み込んだ。玉虫さんは眉を潜めたまま、俺を厳しく見つめていた。俺たちの間に緊張感が漂う中、刹那が一歩前に出た。玉虫さん、お願いします。ヒロシを、西行さんを信じてください。刹那の真摯な願いに、玉虫さんの表情がわずかに和らいだ。玉虫さんはため息をつき、しばらく考え込んだ後、ようやく重い口を開いた。わかった。とりあえず今日のところは15分しかない。楽譜を見る時間もないが、それでもやるのか？ええ、やります。皆さんの力を借りて。俺の確かな返事に、玉虫さんは小さくうなずいた。では準備するぞ。全員持ち場に。玉虫さんの号令で、オーケストラのメンバーたちが動き始めた。混乱から一転、舞台への緊張感が高まっていく。刹那は安堵と不安が入り混じった表情で俺を見つめていた。本当に大丈夫？あ、大丈夫だ。俺は彼女に微笑みかけた。心の奥底では不安と緊張が渦巻いていたが、それ以上に音楽への情熱が燃えていた。会場の明かりが落ち、一筋のスポットライトだけが舞台の中央を照らす。静寂の中、俺は深呼吸をして袖から歩み出た。客席からの小さなざわめきが聞こえる。プログラムに記載されていた秋山歳三ではなく、見知らぬ若い男が登壇したことへの戸惑いだろう。刹那が用意してくれた黒いタキシードは少し窮屈だったが、今はそんなことは気にならない。式台に立ち、オーケストラのメンバーに向き合う。彼らの顔には不安と期待が混じっている。コンサートマスターの玉虫さんと目が合った。彼は小さくうなずき、俺に譜面台を譲る。そこには、ベートーベンの交響曲第7番の楽譜が広げられていた。舞台袖からは、刹那が祈るような表情で俺を見つめている。彼女の目には不安と希望が交錯していた。俺は彼女に向かって小さく微笑みかけた。大丈夫。そう唇を動かし、そして観客に向き直る。ホールは満席で、期待に満ちた視線が俺に注がれている。丁寧に礼をした後、俺は観客に背を向けた。コンマスである玉虫さんの方を見ると、彼は眉間にシワを寄せながらもうなずいてくれた。俺は深く息を吸い、両腕を上げた。
オーケストラの面々が一斉に構えを取る。今一度全員の表情を確かめてから、俺はゆっくりと腕を振り下ろした。第一楽章の始まりとともに、会場を包む空気が一変した。俺の体は楽譜の一音一音を感じながら自然と動き始めた。右手のタクトが時に強く、時に優しく空気を切り裂く。第一バイオリンのフレーズを引き出すように俺の左手が伸びる。彼らは俺の動きに呼応し、美しいメロディーを奏でる。木管セクションへの合図。彼らもまた息の合った演奏で応える。音楽がホール全体を満たしていく。俺の体は完全に音楽に溶け込んでいた。オーケストラのメンバー一人一人の表情もだんだんと輝きを増していく。最初の不安は消え、音楽への没頭と喜びだけが残っていた。第二楽章に入ると、ホールは静謐な空気に包まれた。冒頭の緊迫したような雰囲気から同じ音を繰り返しながら、だんだんと哀愁のあるメロディーが続く。俺の指先から流れる音楽は、まるで会場全体を撫でるように広がっていく。そう、ここは少し抑えて、言葉にはしないが、俺の目線と両手の動きが奏者たちに伝わる。彼らは見事に応え、音楽にさらなる深みを与えてくれた。第三楽章のスケルツォの部分は、弾むようなリズムで会場を踊らせる。俺は体全体で音楽を表現し、時に力強く、時に繊細に指揮を続けた。オーケストラの音色は徐々に一体感を増し、まるで俺の体の延長のように反応する。そして第四楽章、冒頭の力強いリズムが響き渡る。俺の指揮は熱を帯び、オーケストラも応える。オーケストラの面々と視線を交わすたび、彼らの熱い応答を感じる。特に、玉虫さんとは何度も目が合い、彼は激しく弓を走らせながら、かすかにうなずいてみせた。フィナーレに向かって音楽は加速していく。俺の体は汗ばみ、額から汗が流れ落ちる。でもそんなことは気にならない。ただ音楽に身を委ね、オーケストラと共に最高の表現を追い求めていた。クライマックスに差し掛かると、俺は大きく両腕を広げた。オーケストラの音は頂点に達し、その瞬間、時間が止まったような感覚に襲われた。ここだ。心の中でそうつぶやいたとき、すべての音が一つに溶け合い、会場全体が音楽という名の光に包まれた。指揮棒を上下に力強く繰り返し振り下ろす。最後の音は、俺の指揮と一体化するように、綺麗にピタリと鳴り止んだ。そして俺は力んでいた全身の力を緩め、ようやく背筋を伸ばし姿勢を正す。音楽は静かに終わりを告げた。一瞬の静寂。それから、轟くような拍手がホール中に響き渡った。俺は胸の前で両手を合わせ、まずオーケストラに対して深々と頭を下げた。彼らの顔には驚きと感動の表情が浮かんでいた。特に玉虫さんは弓を持つ手を震わせながら目に涙を浮かべていた。次に客席に向き直ると観客全員が立ち上がっていた。スタンディングオベーション。万来の拍手が会場に鳴り響き、ブラボーの声さえ聞こえてくる。俺は再びオーケストラに振り返り、全員に起立を促した。全員が立ち上がると、もう一度客席に向かって深々と一礼した。何度もカーテンコールに応え、俺はようやく舞台袖へと退いた。足取りは軽く、まるで雲の上を歩いているようだった。舞台袖では、刹那が待っていた。彼女の目は涙で潤み、すぐに俺に駆け寄ってきた。ヒロシ、すごかった。本当に。彼女の声は感動で震えていた。俺は静かに微笑み、そっと彼女の肩に手を置いた。ありがとう。刹那がいなければ、俺はこの舞台に立つことはなかった。会場からの拍手はまだ続いている。俺たちはその音を背に、静かに見つめ合った。楽屋に戻ると、俺を待ち構えていたのは、オーケストラのメンバーたちだった。彼らの顔には、驚きと尊敬の色が浮かんでいる。第一バイオリンの女性が、真っ先に口を開いた。ヒロシさん、素晴らしい指揮でした。でも、これほどの指揮者が、なぜビーチバーでバイトをしてるんですか？あの指揮、プロフェッショナルそのものでした。一体何者なんですか？チェロ奏者も続けて言う。メンバーたちの目は好奇心と驚きに満ちていた。俺は、刹那の方をちらりと見た。彼女も同じく答えを待っている。実は、俺は、英国王立音楽院の指揮科を卒業して、一時期はヨーロッパの舞台でも指揮をしていました。静かに言葉を紡ぐと、楽屋内はさらに静まり返った。
西行博士。確かにその名前、どこかで。フルート奏者が言いかけた。すると、別のメンバーが声を上げた。ああ、3年前のロンドンフィルでの最後の公演だ。あの若き天才指揮者が突然姿を消したと話題になった。刹那は目を丸くして息を飲んでいた。でも、どうして急にいなくなったんですか？あれほどの才能なら、世界中のオーケストラが指揮をしてほしいと言ってくるはずです。俺は深く息を吸い、口を開いた。昔の俺は、一人で何もかもやろうとしていました。周りに頼ることを弱さだと思っていたんです。自分の理想だけを追い求め、オーケストラの声に耳を貸しませんでした。俺の指示に従えという態度で指揮をしていました。音楽は自分一人のものだと思い込んでいたんです。その言葉を聞いて、刹那はハッとしたように顔を上げた。結果、みんなに見放されました。ある日、リハーサルに行くと、誰も現れませんでした。全員がボイコットを決めたんです。俺の音楽に付き合えないと。それは痛烈な記憶だった。空っぽのリハーサル室。あなたとは一緒に音楽を作れないという彼らの思いを感じた瞬間だった。その後、俺は全てを放り出して放浪の旅に出ました。そしてこのリゾートホテルでバイトをしていたんです。そして、人を頼ることも、自分が誰かの力になることも、悪いことじゃない。むしろ、音楽は、みんなで作るものだということを、ゆっくり理解していきました。刹那が静かに俺の手を握った。そのぬくもりが心に染みる。その時、楽屋のドアが開き、玉虫さんが入ってきた。彼の顔には、複雑な感情が浮かんでいた。室内の空気が一瞬で張り詰めた。玉虫さんはゆっくりと俺に近づき、俺の前で立ち止まった。彼の目は赤く、その端には涙が光っていた。西行くん、あの時はすまなかった。あの時のボイコットを呼びかけた張本人は私なんだ。思いがけない言葉に俺は言葉を失った。刹那もオーケストラのメンバーたちも静かに玉虫さんの言葉に耳を傾けている。君の指示は的確だった。音楽的にも技術的にも間違いなかった。でも私たちはそれを受け入れられなかった。いや、受け入れようとしなかった。あなたの若さと才能に対する嫉妬もあった。何より私自身のプライドがそれをさせようとしなかった。玉虫さんの声はかすれ、彼は顔を伏せた。その肩が小刻みに震えているのが見えた。今日の指揮を見て、私は自分の過ちを痛感した。あなたの指揮は素晴らしかった。感情の細やかな表現、的確なタイミング、そして何より音楽への純粋な愛情。こんな才能を埋もれさせてしまっていたなんて。私は音楽に対して罪を犯したようなものだ。彼の目からついに涙が溢れ出した。彼はハンカチを取り出し目元を押さえた。しかし、涙は止まる気配がなかった。西行くん、君を失ったのは音楽界にとって大きな損失だった。あの時私がもう少し心を開いていれば。俺は玉虫さんの肩に手を置いた。玉虫さん、俺も頑固でした。人の意見を聞かず、自分のやり方だけを押し通していました。言葉を紡ぎながら、目の奥がじわりと熱くなるのを感じる。あの時の俺は、自分が正しいという思いしかなかったんです。才能があると周りに言われ、自分でもそう思い込んでいた。だから、人の気持ちを顧みることができなかった。指揮者は一人じゃ何もできないのに、そのことが全く分かっていなかったんです。頬を伝う熱いものを拭うことすらできず、俺は言葉を絞り出した。玉虫さんを責める気持ちはありません。むしろあの経験があったからこそ、今日ここに立てたのかもしれないと思います。俺の顔を涙が滝のように流れ落ちていた。玉虫さんは俺の姿に驚いた表情を見せた。西行くん。彼は大きく息を吸い、そして改めて深々と頭を下げた。その肩も小刻みに震えていた。ありがとう。その一言には、これまでのすべての重みが込められていた。俺は涙で曇る目をこすりながらも、まっすぐに玉虫さんを見つめた。いいえ、こちらこそ、今日の素晴らしい演奏に感謝します。俺も深く頭を下げた。その瞬間、長年胸に引っかかっていた後悔が、すっと溶けていくような感覚があった。ゆっくりと顔を上げると、玉虫さんも同じように顔を上げていた。互いの目には涙が溢れていた。周囲のオーケストラメンバーたちも、この和解の瞬間を静かに見守っていた。何人かは目頭を押さえ、
感動に包まれている。刹那は少し離れた場所から涙を浮かべながら俺たちを見つめていた。彼女の瞳にはこの瞬間を大切に刻み込むような優しい光が宿っていた。その時、楽屋のドアが勢いよく開いた。遅れてしまって大変申し訳ありませんでした。息を切らして現れたのは本来指揮をするはずだった秋山歳三さんだった。彼は俺と刹那を交互に見つめ、状況を把握しようとしていた。刹那が一歩前に出た。秋山さん、遅れた理由を教えていただけますか？私からの連絡には確かに午後5時開演とお伝えしていたはずですが。秋山さんは首を振った。いや、僕は確かに別の時間を伝えられたんです。昨日、あなたのお姉さんから電話があって。姉から？刹那の声が震えた。ええ、初音うずきさんからです。あなたの代理として連絡がありました。事情が変わって、コンサートは8時開演に変更になりましたと、はっきり言われました。楽屋内が凍りついたような静寂に包まれた。刹那の顔から血の気が引いていく。そんな、お姉ちゃんが？刹那の唇が震えた。その瞬間、楽屋のドアがまた開き、うずきさんが入ってきた。彼女は室内の雰囲気を感じ取ると足を止めた。何かあったの？皆さん、顔色が悪いわ。秋山さんがうずきさんを見つけると、その目が大きく見開かれた。うずきさん、今、あなたから指示された時間変更の件を話していたところです。うずきさんの顔が一瞬でこわばった。お姉ちゃん、本当なの？わざと秋山さんに間違った時間を伝えたの？なぜ、どうして、私のコンサートを台無しにしようとしたの？刹那の声は小さかったが、刃のような鋭さを帯びていた。うずきさん、何か言い訳はありますか？これは単なるいたずらでは済まされない行為です。玉虫さんが厳しい声で問いかけた。うずきさんは唇を噛み、言葉を詰まらせた。そして、周囲の視線に耐えられなくなったのか、彼女は急に顔をうつむけた。だって、もし刹那が成功したら、あなたが注目されだしたら、私の立場はどうなるの？その声はいつもの凛とした調子ではなく、弱々しく震えていた。うずきさんは、目に涙を浮かべたまま続けた。親は昔から刹那をダメ扱いしてきたわ。私はいつも優秀な娘、頼もしい後継者だった。お父さんはいつも、うずきは何をやってもできる子だからって、私はいつも期待に応えなきゃいけなかった。常に優秀で常に完璧で、一度も失敗を許されなかったのよ。うずきさんの声が楽屋中に響いた。刹那は呆然と姉を見つめていた。オーケストラのメンバーたちも息を飲んでこの様子を見つめている。その顔には憤りよりも哀れみの色が浮かんでいた。うずきさんはハンカチで顔を押さえながら、かすれた声で続けた。今まではそれでよかったわ。あなたはずっとダメな妹だったから。でもここに来て、あなたは変わった。私はあなたの成長が怖かったの。あなたが自分の殻を破って輝き始めるのを見て、私は恐怖を感じた。これまでのダメな妹というレッテルが剥がれ落ち、本当のあなたが現れ始めた。それが耐えられなかった。だから私は。彼女は言葉を最後まで紡げず、ただ泣き崩れた。完璧な姉の仮面が砕け、その下に隠れていた、傷ついた女性の姿があらわになった。楽屋は重苦しい沈黙に包まれた。うずきさんのおえつだけが静寂を破っていた。刹那がゆっくりとうずきさんに近づいた。お姉ちゃんもずっと重荷を背負ってたのね。刹那の声は柔らかな波のように静かに室内に広がった。刹那はうずきさんの前で膝をつき、その揺れる瞳をまっすぐに見つめた。私気づかなかった。いつもキラキラして何でもできて、誰からも認められるお姉ちゃんがそんなに苦しんでいたなんて、気づいてあげられなくてごめん。刹那の方を一筋の涙が伝った。うずきさんの目が大きく見開かれた。刹那はうずきさんの手を取り、強く握った。そして懐かしそうに微笑んだ。昔は違ったよね。覚えてる？私たち一緒にピアノを弾いたり連弾したり、お父さんとお母さんが私たちのことを比べ出す前は本当に仲良しだった。うずきさんの瞳に遠い日の記憶が蘇ったように光が宿った。ねえお姉ちゃん、私昔みたいにお姉ちゃんとまた一緒に笑い合いたい。
刹那の言葉は春の日だまりのように暖かかった。宇月さんの目から新たな涙が溢れ出した。しかし今度は悲しみや苦しみの涙ではなく、何かが解き放たれたような涙だった。私も刹那と昔のように仲良くしたい。宇月さんはかすれた声で答えた。そのまま宇月さんは立ち上がり、刹那を強く抱きしめた。刹那も宇月さんにしがみつくように抱きしめ返した。二人の周りに静かな感動の波が広がった。オーケストラのメンバーたちの中には目頭を抑える者もいた。玉虫さんも厳しい表情が和らぎ、静かにうなずいていた。俺は少し離れた場所からこの光景を見守っていた。刹那と宇月さん、二人の姉妹の間に流れる透明な感情は、どんな音楽よりも美しいハーモニーだった。コンサートの熱気が冷めた数日後、俺と刹那は再びビーチバーで落ち合っていた。夕暮れの柔らかな光が海面を染め、穏やかな波の音が耳に心地よく響く。本当に素晴らしいコンサートだったわ。彼女はグラスに注がれたオレンジジュースを見つめながら言った。光に透かされた琥珀色の液体が彼女の指先で揺れている。うん、最高だった。俺も同意してうなずいた。あの夜のスタンディングオベーションと感動は今でも鮮明に記憶に残っている。実はコンサートの後、会社から連絡があったの。予想以上の反響だったって。SNS でも話題になって、会社のイメージアップに大きく貢献したって。刹那は少し照れくさそうに笑った。俺は素直に喜んだ。おめでとう。すべて刹那の頑張りのおかげだ。刹那は首を横に振った。違うわ。私一人の力じゃない。あのコンサートは、ヒロシや玉虫さんはもちろん、オーケストラのメンバー、ホテルのスタッフ、そしてお姉ちゃんを含めたすべての人の協力があったからこそ成功したの。刹那は遠くの水平線を見つめながら続けた。この経験で気づいたわ。自分一人で全てを抱え込むのではなく、周囲の力を借りながらも前に進む。その喜びを。彼女の言葉には揺るぎない確信が込められていた。かつての彼女のような独りよがりな強がりはみじんも感じられない。刹那が俺の方に向き直った。あのね、ヒロシ。私今度はお姉ちゃんとも協力して、もっと大きなことに挑戦してみたいの。大きなこと？うん。実は会社の国際部門の新しいプロジェクトがあって、お姉ちゃんと一緒に担当することになったの。刹那の顔が嬉しそうに輝いた。今までは一人でもやれるって思ってたけど、仲間と一緒にやる方がずっと楽しいし、成果も大きいって分かったから。彼女は少し恥ずかしそうに笑った。かつて堅くなに拒んでいた誰かを頼るという行為を、今では素直に受け入れている。その変化に胸が熱くなるのを感じた。刹那は思い出すように目を細めた。お姉ちゃんとはコンサート後に長い時間話し合ったの。私たちがどうして離れてしまったのか、どうすれば元の仲良し姉妹に戻れるのか、お互いまだぎこちないところはあるけど、それでも一緒に何かを作り上げるっていう目標ができて、少しずつ昔の関係を取り戻せてる気がする。夕日に照らされた彼女の横顔には柔らかな笑みが浮かんでいた。ヒロシのおかげよ。あなたがあの時私の手を取ってくれなかったら、私は今でも自分一人で何とかしなきゃって壁にぶつかり続けていたと思う。刹那はそう言って俺を見つめた。彼女の言葉に俺は照れくさそうに肩をすくめた。お互い様だよ。俺も刹那から多くのことを学んだ。波の音が静かに続き、俺たちの間に心地よい沈黙が流れた。遠くの水平線では太陽がゆっくりと海に沈みかけていた。実は俺にも少し変化があるんだ。俺は海を見つめながら言った。刹那は興味深そうに体を寄せてきた。どんな変化？あのコンサートの後、玉虫さんから連絡があった。彼のオーケストラで客演指揮者として招きたいと言ってくれたんだ。まずは小さなコンサートからだけど、俺はグラスを手の中で転がしながら続けた。刹那の目が大きく見開かれた。本当に？それって素晴らしいことじゃない。彼女の純粋な喜びに俺は自然と微笑んだ。それだけじゃないんだ。秋山さんからも彼のマスタークラスへの参加を勧められて、海風が俺たちの髪を優しく撫でていく。俺は深く息を吸い、静かに言葉を続けた。俺、もう一度音楽の道にチャレンジしてみるよ。自分自身の口からその言葉が出ることに
少し不思議な感覚があった。数ヶ月前の俺だったら、絶対に考えられなかった選択だった。ビーチバーのカウンターに届く波の音が、どこか懐かしいメロディーのように響く。以前の俺だったら、きっと、この誘いをも無視していただろう。自分一人の力で成功するという意地を張って。でも今は違う。音楽は一人では作れない。指揮者はオーケストラのメンバー一人一人の力があってこそ輝ける。その当たり前のことを、今回の経験で思い出させてもらった。刹那の顔に喜びの色が広がった。その目には、どこか誇らしげな輝きさえ見えた。俺は、微笑みながら彼女を見た。太陽が海の彼方に沈みゆく美しい風景の中で、あの日のコンサートホールに響いた音楽が、今でも耳に残っているような気がした。あの音楽が全てを変えた。南国の空に響き渡った素晴らしいハーモニーは、長い間すれ違っていた刹那と、宇月さんの心をつなぎ直し、そして、俺自身の失われていた情熱も取り戻してくれた。まるで音の波が、俺たち三人の心の壁を優しく溶かしていったかのように。夕暮れのビーチに佇む俺たちの肩越しに、輝く波が金色にきらめいている。風に乗って、どこからともなく優しいメロディーが聞こえてくるようだった。この南の島でのバイトも悪くなかったけど、やっぱり、式台の上で手を振るのが俺の本当の場所かもしれないな。そうね。きっとそうだわ。夕日に照らされた刹那の横顔は、かつてないほど美しく見えた。彼女の黒髪が海風に揺れ、その瞳には夕焼けが映り込んでいる。最初に出会った時の強がりな表情とは違い、今は穏やかな温かさに満ちていた。刹那は少し俺に体を寄せた。その指先がそっと俺の手に触れる。ヒロシ、私絶対に応援するからね。あなたの本格的なデビューコンサートの時は最前列で見るから。そう言って彼女はさらに俺に近づいた。夕暮れの柔らかな光の中で彼女の方が薄紅色に染まっているのが見えた。俺は思わず息を飲んだ。ああ、その時は俺から特等席をプレゼントするよ。でもな、刹那。俺はゆっくりと手を伸ばし、彼女の方に触れた。その肌の柔らかさとぬくもりが指先から伝わってくる。もっと大切なものがある。刹那の瞳が大きく見開かれ、そして静かに閉じられた。彼女の唇がかすかに震えているのが見えた。俺はそっと身を乗り出し、彼女の唇に自分の唇を重ねた。南国の風が俺たちを包み込み、波の音だけが静かに響いていた。キスは短く、でも、すべての感情を伝えるには十分だった。離れた後、刹那の目には星のような光が宿っていた。ヒロシ。彼女はそれ以上の言葉を紡げず、ただ、俺にしがみつくように抱きついてきた。そのぬくもりが胸に染み渡る。刹那、ありがとう。刹那がいなかったら、俺はきっと、このまま過去に逃げ続けていた。彼女の髪に顔をうずめながら、俺はそっと囁いた。私も、あなたがいなかったらきっと自分の殻に閉じこもったままだった。刹那の声は俺の胸に響いた。俺たちは静かに寄り添いながら沈みゆく太陽を見つめた。俺たちの影は砂浜に長く伸び、やがて一つに溶け合っていくように見えた。俺たち、お互いに支え合って、新しい道を歩いていこう。刹那は黙ってうなずき、そして再び俺の唇を求めてきた。二度目のキスはより深く、より確かな約束のように感じられた。遥か彼方の水平線では、太陽が最後の光を放ちながら沈んでいく。しかし、俺たちの物語は、今まさに始まったばかりだった。かつての俺は、頼ることを弱さだと思い込んでいた。他人の助けを借りるのは負けを認めることだと。だから、すべてを一人で抱え込み、結果、大切な音楽の道を見失った。刹那も同じだった。姉に見下されたくないという一心で、すべてを自分の力だけでやり遂げようとしていた。でも、あのコンサートを通して、俺たちは気づいた。頼ることは弱さではない。人は誰かと力を合わせることで、より大きな夢を実現できる。音楽もそうだ。一人の指揮者では何も生み出せない。オーケストラのメンバー全員の力があってこそ、美しいハーモニーが生まれる。互いに支え合うことで、俺たちは新しい一歩を踏み出せた。頼ることは弱さではなく、より強く成長することなのだ。